と自分が共同のイベントみたいな、学生イベントで偶然会ったみたいな感じで、自分は演奏してなかったんですけど、その時は高校の時とかってやっぱ自分の好きな音楽を聴いてる人もほとんどいないので共有できる人は全然いなかったんですけど、そのライブ自体も別に特別期待して行ったわけじゃなく、ただ友達がライブするから軽いノリで行ったら、彼のバンドが結構自分の好きなテイストで自分のオリジナルとかもやってたんでびっくりしましたね当時。ライブが終わって楽屋に来たやつがいてうるせえなと思ってでなんか後でメールとかやり取りして、なんか出演したわけじゃなかったんですけどすごい良かったんで、ちょっと楽屋に勝手に遊びに行って、で勝手に入ってちょっと良かったよって声をバンドの人にかけて、そしたらなんかこいつはすごい無視されたんですけど大学入ったら彼から連絡くれたんで、それも縁かなっていう感じですね。完成した曲を持ってレコーディングが入ったっていうよりは、レコーディング期間にその曲を練ったりする作業もあったので、その作業中に自分たちも新しくじゃあこうどうしようっていう工夫だとか、その創作の作業をたくさんすることができたので、そういう意味では自分たちの今までできてきた範囲をさらに超えて自分たちのよりイメージに近い曲を作る作業をこのアルバム制作でできたかなというふうに思っています。音楽はやっぱ比べられるものではないと思うので、その達成度がどれぐらいだとか、その海外のバンドがこの辺まで行って日本のバンドはこうとか、そういうふうに単純に言えることではないと思うので、難しい話ではありますけど、最初からでも自分たちで、この辺まで行けばいいかなみたいな制限をするのは、かなりナンセンスだと思うので、最初からもちろん自分たちのベストのものを作りたいと思っていましたし、もちろんそのいいアーティストがたくさんいる国においても、目立つような作品になればそれは光栄なことだなとも思っていましたね。もちろんそれを目指していると思います。具体的にこれがしたいっていうのは、例えば海外のフェス出たいとか、ジールズ・ホーランドなのあれ終わっちゃったけどデビッド・レターマンだの、海外のそういう有名なテレビ番組だとかそういうのに出たいっていう気持ちも確かにあるにはあるんですけど、一番はその自分たちの納得する作品を作るってことがもう本当に難しいので、今回の作品でもまだ完璧にはそこまで到達したと思えてませんし、そういう意味では次のアルバムなり、作品でまたさらに自分たちの今までよりも納得した作品を作るっていうことが一番最初であり、もう本当に最終目標でもあるぐらい重要なことだと思うので、曲がダメだったらダメな曲でライブしてもそれ PR してもそれをどんな飾りつけても結局何もならないと思うので、な曲でグラストンベリー出るんだったらそれはむしろ醜態を晒してるみたいな状態になっちゃいますし、気持ち的には実際どうか分かんないですけど、逆にでも本当にいい曲書いてそれが結果別にフェスとか出れなくてもそっちの方がやっぱ自分たちとしては誇りに思える仕事をしてるというか、そこで妥協したり妥協しないといけない環境だったり、そういう場所はこれからどんどんそうなっていくんだったら別にもう一本の仕事にしたいと全く思いませんし、やっぱり人が関わっていけばいく分そういうのは難しくなっていくなっていうのはかなり感じているので、そこだけは妥協しないでやっていきたいなっていうのが大きな目標ですね。もうすぐ移住の準備をしていて向こうで活動をしようとしているので、おそらく最初はアメリカの LA からスタートして、地域を少しずつ変えるかもしれないですけど、ニューヨークなり、住むのは分からないですけどロンドンもすごく好きな街なので、ツアーではロンドンも行けたらいいなという気持ちもあり、差し当たりはアメリカの LA ニューヨークあたりかなと思います。不安はないですか？全くないです。どうぞ。LA はちょっと食生活結構あっちベジタリアン多くない？ニューヨークは LA はニューヨークベジタリアンめっちゃ多かった。いやほんとハンバーガーとメキシカンフードだらけ。確かそれやばいね。超太る。炭水化物がちょっと不安は食生活で